おはよう、こんにちは、こんばんは。早速皆さんの友ミスターフクロウが今期の一手請求をお届けしよう。この番組では宇宙から来た変わり者を紹介するぞ。そして今日の主役は槍色6のこの人、仮想部の守護者、紫の出前騎士、モグラ島最愛のステルスお宝状況。変な称号だな。まあいい。ゼーレさん、彼女をよりよく知るために今回は特別にゲストを招いたぞ。ようこそ、ベロブルグの次期大守護者ブローニャさん。こんにちは、私はブローニャ。早速本題に入ろう。ではブローニャさん、今日の主役を紹介してくれ。ゼーレはベロブルグ下層部の反抗組織遅延の中堅メンバー、遵守の運命を歩む量子属性の単体アタッカーなの。今反抗組織の中堅と言ったような。ええ。もう一度確認しよう。君はベロブルグの次期大守護者だよね。ええ。それが通常攻撃強襲は敵単体に量子ダメージを与える。スキルポイントを消費して肝心を放つとより高い量子ダメージを与え、自身の速度が数ターンアップする。反抗組織のメンバーである彼女は逃げ足もとても速い。ゼーレが敵を倒すと添付再現の効果でターン数が増えない追加ターンを獲得できるぞ。さらにゼーレは1ターンの増幅状態になり、この間は余ダメージがアップするんだ。ちなみに再現で獲得した追加ターンではこの添付は発動しないし、必殺技も放てないから注意してくれ。ゼーレは遅延の中堅だ。身を隠すこともたやすいぞ。探索中に秘技原神を使用すると一定時間ステルス状態になれるんだ。ステルス状態のゼーレは発見されず、突然姿を現して敵を攻撃することで戦闘開始後すぐに増幅状態になれる。遅延メンバーが突然姿を消した報告を十数件処理したことがあるけど、そういうことだったのね。そして必殺技乱れ蝶を発動したら一目散に逃げるべきだろう。ゼーレは増幅状態になり、敵単体に量子属性で大ダメージを与えるんだ。おや、シルバーメインたちが厄介ごとに遭遇したようだね。行きなさいシルバーメイン、ゼーレに負けないで。ゼーレ選手は考えている。彼女の相手はシルバーメインの兵士3名、そしてそのうちの2名は HP がヤバそうだ。おお、ゼーレ選手が仕掛けた。シルバーメインを1人倒し、そしてすかさずもう1人に切りかかった。相手の HP をかなり削ったぞ。実戦では HP が低い敵をゼーレに回す、またはその必殺技で敵を倒せば添付再現の効果を最大限に引き出し複数回行動できる。君は一体どっちを応援してるんだ。おっと、敵に隙を与えずゼーレ選手が必殺技乱れ蝶を発動した。敵を一人撃破して再行動。まるで死神のように敵をなぎ倒す。最後の一撃、戦闘終了。大金帰宅。少々お待ち。臨時連絡が入ったようだ。ベロブルグの大守護者カカリア氏が本放送局の遅延メンバーの紹介およびシルバーメインの戦闘シーンの放送に対して抗議を。って君は次期大守護者じゃないのか？時期だから今はまだ違うの。